皆さんこんにちは、きよです。今回はちょっとちらちら見えているんですけど、2026年に使うノートとか手帳をご紹介したいと思います。それでは動画スタートです。はい、ということで今回はですね、私がすごく多冊使いをしている手帳やノートについてお話ししたいと思います。なんか前の動画で本とか勉強に関係ない話はメンバーシップでしましょうかねみたいな話してたんですけど、はい、この手帳関係の動画に関しては毎年出しているので、普通の方で出させていただきたいと思います。はい、で今部屋にね散らばっていた手帳とかノートをかき集めてきまして、今年使うものたちをここにざっと集めてみました。それを順番にサクッとご紹介させていただきたいと思います。何冊あるのかはちょっと最後に数えてお伝えしようと思いますので、まずは早速ご紹介させていただきます。で、今年から使うものとずっと使ってきているノートとかだったりすると、そういうものもあるので、まずはもう前から使ってきていて去年とかも紹介したかなって思うものから紹介していきたいと思います。ではまず前から使ってきているノート系の話です。まず1点目がこちら。じゃーん。こちらはですね、ネクタイさんのおしゃべりノートブックというものになります。こちらは何を記入していたかと言いますと、飲んだ、紅茶とかを写真とこういうラベルっていうかと、その味の感想をもう一回飲みたいとか、これは1回でいいかなとか、そういう感じのを書いてるノートになります。これはまだ全然飲み終わったら、その一袋飲み終わったら書くっていう風にしているので、全然進んでいなくって、まだ半分以上残っているので、今年も引き続き使っていこうと思います。前回一番最後に書いたのがドンキのアールグレーを50パック入りのを飲み終わった時で11月に書いてるんですけど、そっからは何も飲み終わってないっていうことなので、はい、また飲み終わったら記入していくっていうノートになります。はい、続きましてこちらゴッホの柄のノートになります。こちらはですね、確かゴッホ展の時に愛知で開催されていた時に買ったノートです。こちらはちょくちょく私の Vlog の方でも出現しているので、見たことあるって思われる方も多いと思うんですが、本のリストですね、読みたい本リストを書いています。はい。で、一応前半の方からは、小説とか文庫単行本とかそういうエッセイとかそういうのを書いていて、後ろのページからは、新書を書いています。ちょっと新書だけは新書で固めた方がいいかなと思って、はい、固めている感じです。でまだ書き写してってないんですけど、こういう最近やり始めた何月に出ている本のチェックしたリストとかも、ここでバラバラにしておくよりは最終的にこっちに書き写してちゃんとリスト化しようっていうことで持っているっていう感じ。今はまだちょっと挟んでるだけなんですけど、はい、そういうのを書いてます。本の読みたい本リストとして使っているノートです。はい、ではノートとしては前から使っているものはこの2つになります。では続きまして手帳関係で前々から使っているものをご紹介します。まずはじゃーん、こちらダヴィンチのロロマクラシック A5 サイズになります。これは自分で買ったのではなくって、ちょっといただき物でもらってありがたく使わせていただいているっていう感じなんですけど、引き続きおたかつ手帳として使っていきたいと思います。ちょっと恥ずかしいので中は見せられないんですけど、スマホゲームの記録だったりとか、スイッチでやったゲームのクリアした記録だったりとか、あとはお金のこともこれで管理したりとかしています。 OT ので書きやすくって重宝しています。これはもう本当に革の表紙になっているので長く使っていきたいものですね。はい、値段がね結構自分で買おうとなるとびっくりするような値段なので、大切に使っていきたいと思っています。はい、ということでこれも今年も継続で使っていきます。でもう一つ継続で使っていくのがこちらです。ほぼ日手帳の5年手帳になります。私はですね2024年から使い始めていまして、今3年目の2026年に入りました。こちら開けるとこんな感じで茶色い
革っぽい、革なのかな、革っぽい感じの表紙のものがこんな分厚さのがあります。本当にもうこれはプライベートな感じで、こうなんだろう、実名っていうかいろんな会った人とかの名前も記入したりとかして、本当にもうプライベートな日記っていう形で書いてます。で、映画館のチケットだったり、こうどこか食事に行った時のショップカードだったりを貼ったりとかしているので、ちょっとずつ分厚くなってきているかなっていう感じです。なので本当はこの蓋を閉めるとカチッとちゃんと閉まるんですけど、もう今ちょっと浮いてる感じで、これあと約3年分ここに書いていくんですけど、大丈夫かなってちょっとこう不安ではある手帳ですね。はい、ということでこちら5年手帳でした。はい、ではここからは今年から導入したものたち、今年からというか10月始まりのものもあるので、実際には2025年の10月から使っているものもあるんですけど、新しく導入したものたちをご紹介したいと思います。まずはノートは2冊ありますね。まずはこちら。この前の Vlog の方でコメダで記入していたノートがこちらになるんですけど、これはですね365 days ノートというものになります。で、私はそれのハーフサイズ2分の1っていうのを選んで購入しました。持ち運びたいなと思ったので、普通のサイズだとこれの倍の分厚さになるんですね。そうするとかなり重たいので、ハーフサイズでいいかなとは思ってこれにしました。紙質とか、その持ち運びやすさとかいう点で言うとすごく満足はしているんですけど、お値段の面で見るとこのハーフサイズと普通のサイズで案外変わらない数百円の違いだったりするので、ちょっとそこだけがコスパ的にはどうなのかなっていうのは思ったんですけど、これをしっかりちゃんと一冊使い切ってまだまだ使えそうだ、使いたいなってなったら、普通のサイズを買ってもいいのかなと思っています。で、こちらのノートは何を書いているかと言いますと、雑記ノート、何でもノートっていう感じで、例えば、こんな感じでザーって書いてるんですけど、これは、一人の方の YouTube を見てそこから学んだことを書いていたりとか、ジャーナリングで、こんな感じで書いてるんですけど、ここの日だったら社労士の勉強に不安がある、それは何でだろうみたいな感じで自分で自問自答して、で、こういう風にやったらいいんじゃないかみたいなのをこう突き詰めていくっていう感じです。で、例えばなんですけど、どうして集中できないんだろうみたいな、眠くなっちゃう書いてあってとか、 YouTube を見ちゃうなとか、始めるまでがどうしても遅くなっちゃうとか書いてあります。で、その対策としては、じゃあ前日は12時半までにはまず寝れるようにした方がいいんじゃないかとか、音楽 BGM は歌詞のないものだけにしてみようとか、そういうのを書いています。はい、とか、あとは年末の大掃除の時のやることリストみたいなのを書いたりとか、あとは本の、この前コメダで書いていた感じなんですよ。本の中でちょっと印象に残ったところを記入してみたりとか、そういうことを書いたりしています。はい。なので、これは本当に何でもノートなので、毎回毎回のページで書く内容が変わっていくし、で使うペンも細いペンから太いペンまでいろいろ使っていたりします。はい。でもそういう風に自由に使えるノートっていうのを初めて今回作ってみたので、すごく楽しく続けることができています。ということで1冊目はこちらでした。続いてはこちらです。じゃーん。測量野帳というノートになるんですけど、私が使っているのはこのスケッチブックというものになっていまして、で、いろんな種類がラベルブックとかなんか 2,3 種類あるみたいなんですけど、私はこの方眼の、中身のものを使っています。で、どうしてこのノートを使うことにしたかと言いますと、私が最近よく見させていただいている YouTuber さんでトミーさんという方がいるんですけど、そちらの方が使っていて、確かに軽そうで持ち運びもいいし、あんな風に自分なりにアレンジもして可愛く作れるんだと思って、私も真似させてもらおうと思って真似してます。ですごくもう
トミーさんのね動画を見たことがある方はもう真似っこばっかじゃんと思うかもしれないんですけど、本当に私もいっぱい目印チャームをガチャガチャでいっぱいするので、それの使い道がやっと見つかったぞと思って毎月1個こうやってつけていますし、でやってない月もあるんですけど、セリアとかダイソーでいいワッペンを見つけた時に買ってたんですが、使い道がなかったんですけど、ここに貼るといいんだっていうことをトミーさんを知って通して知りまして貼らせていただいてます。はい、で中身は1日1ページでその日のトゥードゥーリストを書いたり、その日あったことをちょこちょこメモしたりとかしています。であと一番後ろの方にレシートを貼っていて、これ月に1冊使っているんですけど、その月にこう出たレシートを全部貼るっていうことにしています。で私の中でこの1日1ページでまず最初使って30日から31日使って、で後ろの方に、私だったらピアノっていう感じでトラッカーを作ってるんですけど、それを除いたページに収まる量のお買い物しかしないカフェとかに行かないっていう制限になるなと思って、レシートを全部1枚につき1ページ使うっていう感じで、なので1日で結構 2,3 箇所で買い物しちゃったってなると、それだけで3ページ進むっていうことになるんですけど、この空いているメモページに収まる範囲内で過ごすっていうのをやり始めてみました。はい、でこれは本当にさっきも言ったように1日1ページっていう、1ヶ月に1冊使っているので、今までにもこんだけ使ってきたんですけど、こんな感じです。1,2,3,4今5ヶ月目に入ったところ、全部にこうやってチャームをつけています。はい、という感じで、この測量野帳も新たに使い始めてみました。はい、で、ここからはですね、新たに購入した手帳たちをご紹介したいと思います。まずはロルバーンからいきたいと思います。まず1つ目はこちら、ロルバーンのこういうログチャートという形の英語サイズライトブルーを購入しました。ログチャートっていうのは、例えばこういう感じでマンスリーがあって、その横にこういう4つに区切られたこの1ヶ月分のこういうチャートがついているものになっています。私はここに勉強のスケジュールを書き込んで、このテキストの何ページをやるみたいな、この問題集の何ページをやるみたいな感じで、4つその月に4つのテキストだったり問題集だったりまでをこうしっかりやるっていう風にしています。そうした方が多分あっちこっちしなくて済むかなと思って、集中して1冊に取り組めるかなと思ったので、これを今年は導入してみました。はい、で、勉強関連でいくと、こちらロルバーンの馬柄のスリムタイプという、こうちょっと細い感じなんですけど、さっきのと比べるとこんな感じでサイズが結構細い感じになるんですけど、こちらはやった勉強の記録をつけています。最初のマンスリーには何分やったのか何時間やったのかっていう時間を記入したり、後半のメモページは日記っていうか勉強記録、この日はこんな系やりましたとか、ここができなくて残念だったから明日は絶対やろうとか、そういうことを書いています。ほとんどもうここは文字だけでこう分厚くしたりとかしたくないので、たまにシールを貼るぐらいで進んでいってます。はい、ということで、こちらがスリムタイプで私は勉強の記録をつけています。で、続きましてロルバーンのこちら、じゃーん。こちらはですね、サイズがまた先ほどとは違うんですけど、M サイズの、レースダークグリーンという柄を使っています。こちらはちょっと小さいサイズになるんですけど、何に使っているかというとピアノ記録になっています。私ピアノを習っているんですけど、このピアノ行ったレッスンに行った日は先生から言われたことを、この曲はこの点について気をつけるとかいうのをリスト化していて、で他の日は自分なりに練習した後に
今日はこの曲のここの部分がうまくいったとか、ここの指使いがどうしてもうまくいかないから明日研究してみようとか、そういう反省と次回に向けてのことを書くっていう風にしています。はい、これも本当に3分割して1ページを短めにサクサクっとこう箇条書きで書いていってるっていう感じです。はい。で、こちら同じ M サイズのこれはカシェというものになります。で、何種類かあったんですけど、カシェの中のこういうなんか本屋さんみたいな雑貨屋さんみたいな柄で、これはこういう風にこうプラスチックのカバーがついているのが特徴のシリーズになります。で、こちらは何に使っているかと言いますと、普段見てくださっている方はわかるかなと思うんですが、読書記録に使っています。読んだ本をまずマンスリーの方に記入して、で、感想をその後のフリーページに1冊1ページっていう感じで書いていっています。で、これがですね、もう今の段階でここまで来てるんですね。こんな点書き終わってるんですけど、あとこんな点しかなくって、ちょっと去年と同じペースで読書を進めていったら足りなくなりそうだぞっていうことをちょっと今思っています。どうしたもんかなっていう感じなので、ちょっとこういうのノートに関してはもうまだ1月なんですけど、来年2027年に関してはちょっと考えもんだなっていう、もうちょっと対策を考えないとなってもうすでに思っているところです。はい、でもまあ今のところまず今年はこれを使って読書記録をつけています。では続きましてこちら、先ほどより一回り大きくなりました。こちらが L サイズというもので、アメリカンスイーツの、私はパンケーキ、ホットケーキの柄を購入しています。で、こちらは何に使っているかと言いますと、 SNS 関連の記録です。 YouTube とかインスタに上げた日とか、上げようと思っている内容とか、上げた動画の中で紹介した本をこうメモしておくとか、そういうことに使っています。とか、インスタとかのリール動画とかで何の動画を撮ろうかなとか、そういうアイディア出しとかにも使ったりしています。はい、ということでこちらは SNS 関連を書いている手帳です。ではロルバーンラストはこちらです。じゃーん。こちらは先ほどと同じ L サイズでトロワというものになります。で、トロワというのはですね、さっきの、読書記録をつけていたカシェというものとちょっと似ているんですけど、プラスチックのこういうカバーが3枚これはついてきます。で、3枚もあってどうするのっていう感じなんですけど、これ外れるようになっていまして、こういう風に外せれるので、3枚のうち好きな柄をこう付け替えして使えますよっていうことになっています。なんですけど、私は3枚の中でこの今はめている雪柄、雪景色みたいな柄が一番好きなので、これで1年生きたいと思っていまして、じゃああとの2枚どうするかっていうと、しおり代わりに私は使っています。例えばこのマンスリーのページの前の土のところに1枚こう挟んでパッとその土がめくれるようにしたりとか、これの後ろに日記を書いたりもしているんですけど、その各ページのところに挟んだりとか、そういう風に使っています。はい、でこちらは基本的にマンスリーは仕事のスケジュールを書いているもので、後ろのフリーページは、先ほども言ったようにちょっと日記を書いているっていう感じです。はい、でこれはですね、ここにパタポンっていうゲームのガチャガチャでやった時の目印アクセサリーを引っ掛けて使っています。はい、ということで、今年はロルバーンだけで12345 6冊使っていくっていう形になっています。今年はもう本当にロルバーンを使ってみたい、いっぱい使い倒してみたいって思っていた年だったので、もうこういうことになっているんですけど、まあ来年はこうはならないかなとは思っていますが、はい、今年はロルバーン祭りみたいな感じですね。はい、では
続きましてほぼ日手帳から3冊ご紹介したいと思います。まず1冊目がこちらです。じゃーん。このたまごっちの透明カバーをつけているんですけれども、こちらはですねウィークスタイプのちょっと分厚いタイプのメガというものになっています。でこの青い表紙のメガについて覚えていらっしゃる方いるでしょうか。すごく見にくいかなと思うんですよ。ここ25って見えるの分かりますか？はい、そうなんです。これ2025年用の、手帳になります。でそれをじゃあどうして使っているかと言いますと、私これモーニングノートとして使っているんですが、後ろに、このフリーのメモページが多いっていうのがメガの特徴なんですけど、そこに書いていて、フリーのページなんだから別に今年のじゃなくてもよくないっていう考えでやっぱり8月ぐらいに私これ買ったんですけど、そうするとすごくお安く買えたんですね。もう次のが出ちゃうから、9月発売なのでほぼ日って、はい。でその時にも動画で本当に安く買えたんですっていうことをお伝えさせていただいたんですけど、その時のものがこれになります。で後ろのメモページを活用してモーニングノートとして使っています。でそうまでしてモーニングノートをこれに書く必要があったのかって言われると、ないかもしれないんですけど、ほぼ日手帳好きだし、この透明カバーが使いたかったんですね。で透明カバーを使うということは無地のこの表紙のものを買わない、本体を買わないといけないわけですよ。なんですけど基本的に無地って私あんまり好きじゃなくて柄が欲しいタイプの人なので、今年の高い定価の無地を買うのはどうなのかなって思っていたところ、勝手にひらめいた案として去年のを使えばいいんだと思って使っています。はい、ということでこちらはモーニングノートとして使っています。じゃあその前半のウィークリーページっていうのがあるんですけど、そこは全く使わないのかっていうとそれももったいないなと思ったので、日付だけこう目安にして、曜日はもう関係なく、その日あった良かったこと日記というか3個あげるっていうのをやっているんですけど、前々からそれをこれにやっています。もうこの良かったこと日記に関しては見返すことがほぼほぼないので、見返すことがなさそうなもの同士を、この日付があんまり関係のなさそうなノートに使ってってるっていう感じですね。はい、もう本当に安く買うことができたので、そんじょそこらのいい感じのノートを使うよりこれ安く買えてるので私としてはすごく画期的なアイデアを思いついたなっていう感じだったんですけど、もしそういう日付を気にせず使えるよっていう人だったら、そのちょっと日にちとか曜日がおかしいなことにはなるけど安く使えますので、そういう手も一つあるよっていうことで、はい、ご紹介です。はい、で続きましてはこちらです。じゃーん。これはちゃんと今年のものになるんですけど、北岸由美さんという方とコラボした柄になっています。すごくなんか絵本みたいな、このワニさんが一番好きなんですけど絵本みたいな柄ですごく可愛らしいなと思って、絶対欲しいなと思って買いました。でこちらは何に使っているかって言ったら、これも本を記録しているんですけど、先ほどロルバーンで記録していたものとは違って、これは読み終わった本を書いているんですが、これは図書館で借りた本を記録したりとか、この日読んだ本、この本は何ページまで読んだとか、そういうのを記録するように使っています。で、図書館で借りた本をどうして記録するかっていうと、私その3巻ぐらい、3個の施設ぐらいからこうひっきりなしに借りているので、どの本が何日までだったかとかを、ネットで見れば、ホームページで見ればわかるんですけど、パッと知りたいって一覧で知りたいって思った時にこれに書くと便利だなと思ったので書いています。何月何日のまでの期限ですよみたいな感じでちょっとこう書いたりとか、はい、しています。で横のこのウィークリーのページのところに
例えばですけど12月の22日荒木博彦の新漫画術読了とか隣の国の人々と出会う74ページっていう風に書いたりとか、そういう感じで記録をしています。なんか途中経過もどれぐらいのペースで読んでいたのかとかが知りたいなと思って、今年新たにそれ用の一冊を導入してみました。はい、ということでこちら、これは今年発売のウィークスです。で、さっきお見せしたのがウィークスメガって言ってたんですけど、こんな点差があります。結構倍まではないですけど差がありますよね。はい、こんな点の違いがあります。はい、ではいよいよラストです。じゃん、こちらです。こちらほぼ日手帳のオリジナルサイズ本というシリーズになります。で、こちらはですね、私の大好きマザー2の柄になっています。この柄は粘土フィギュアを今回はモチーフにされているんですけど、去年東京の方で展覧会が行われていたと思うので知っている方も多いかなと思います。はい、そうですね、このマザー2のねシリーズが私は一番好きで、この土星さんってこう有名なので知っている方も多いかなと思いますが、はい、でこちらは何に使っているかと言いますと、まずマンスリーのページに自分の娯楽用で使ったお金の何円だったかっていうのを記録しています。で、何にも使わずに済んだ日にはシールを貼っています。で、日にち1日1ページっていうのが特徴の手帳になるんですけど、そちらについてはデコ日記をしています。こんな感じでシール貼ったりマスキングテープ貼って、でそこに文字をこう追加していくっていう感じで、はい、久々に1年ぶりにこのオリジナルサイズに戻ってきたんですけど、去年はカズンサイズを使っていたので大きかったんですが、ちっちゃくなってどうかなと思ってたんですけど、意外とちゃんと書けるしいい感じだなと思って使っています。はい、これもねなんとか頑張って1年使っていきたいですね。でこれは結構デコ日記として使っていくので、今はまだねこんなこうスリムな感じなんですけど、多分1年が終わる頃にはこんなパンパンになっているんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら私の大好きなマザー2の柄のほぼ日手帳でした。はい、ということで今年使うノートや手帳をザザザッとご紹介してきました。いかがだったでしょうか。サクサクっとご紹介しますって言っておきながら結構ね時間経っているかなと思うんですけど、何冊今年使うのかっていうのを確認しますと、はい、全部で15冊になりました。毎日使うわけではないっていう手帳だったりノートも多いので、こんなにたくさんあって大丈夫なのって思われるかもしれないんですが、そういうことなので毎日使うものとしてはここら辺かな。そうですね、ここら辺これもそうで、これは週末にまとめて書いてるのでこんな点かなっていう、これは違うね。毎日書いてるのはコンスタントに4冊になります。日記系ですね、記録系は毎日使っているかな。5冊ですね、これも日々持ち歩いてるので、はい、5冊は使っていて、残りの10冊に関してはその時々で必要なものを使っているっていう形になります。はい、5冊でもね多いよっていう感じかもしれないんですけど、私は手帳をね多冊使いするのがすごく好きで、まず手帳が好きなのでそれをいっぱい使うために使う使い道を見つけているというか、逆、このノートで使いたいから買うんじゃなくて、このノートを使いたいからこれのためにじゃあこれを書こうみたいな、その普通の方と逆のような気もするんですけど、そういう感じで使っています。はい、一番の私の中でのお気に入りは、やっぱりこのロロマクラシックですかね。高いし高いしっていうのもあれですけど、革製品好きなので私はもうこれ
すごくいいなと思います。であとその中身がやっぱりシステム手帳なので入れ替えがしやすいっていうのがすごくいいですね。もし失敗してももうそのページなかったことにできるので、こういうやっぱり閉じ手帳は失敗したらもうそのページも残っていってしまうのでおしまいなんですね。デコに失敗したらおしまいって感じなんですけど、まあこれに関してはもう失敗し放題と言いますか、はい、修正ができやすいものになっているので、そういう点でもお気に入りです。で他の閉じ手帳の中で、お気に入りはやっぱりこのマザー2の柄のほぼ日手帳かなって思います。はい。ぜひね皆さんももう今年の手帳はもう買って使われている方が多いとは思うんですけれど、もしまだ買ってないよっていう方がいらっしゃれば、こういう種類の手帳もあるんだっていうのをぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい。ということでまた来年1年に一度の私の使っている手帳紹介企画になりますので、また2027年にこの企画はお届けしようと思いますので、1年後お楽しみにしていてください。今回はこの手帳関係の動画ということで私の動画を見つけてくださった方もいらっしゃると思うんですけど、普段私のチャンネルでは、読書だったりとか勉強に関しての Vlog とか雑談動画っていうものを配信していますので、ぜひそちらも見に来ていただけたら嬉しいなと思います。あと290円で月々行っている YouTube のメンバーシップの方もやっていますので、ぜひ皆さんのご参加お待ちしています。はい、では今回の動画はこちらでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ピオでした。